3代目フィットのハイブリッドに乗っています。この車の魅力はやっぱりこのね IDCD という凝ったハイブリッドシステムだと思っています。で今日はね山道の方に来ているので、こういったところを走りながらこのシステムのね魅力などをお伝えできたらと思っています。今回はホンダのハイブリッド IDCD の特徴などを見ていきます。に乗って感じる試乗感、システム的な部分、歴代フィットの話題と進んでまいります。 IDCD と呼ばれるホンダのハイブリッドは現在ですとシャトルとフリードに搭載されています。旧モデルでいうと3代目フィット、初代ベゼル、グレイス、ジェイドですね。この IDCD ってスポーツハイブリッドと呼ばれたりするほどダイレクト感強くて絶対的な加速力にも迫力あってなかなかにマニアックなハイブリッドシステムです。マニアックイコール人を選ぶという意味でもありますから、自分だったら親戚のおばさまにこれどうって聞かれたらやめといた方がいいかもねなんてね答えちゃいます。理由はトラブルの不安じゃなくてダイレクト感という部分と思い通りに加速したりしなかったりとかいった、そういった部分ですとかね。特に低速時かな。ギクシャクしやすいなと思う時もあります。あと、それがコンパクトで軽量なフィットですと、その特徴が強く出るように思いました。一番合っているのは、ギクシャクを楽しめる方ですとか、ギクシャクしないようにと考えることを楽しいと感じる方ですとか、それからシフトチェンジというね、ミッションの楽しさを求める方だと思います。もちろんね、燃費も素晴らしいと思いました。で、その燃費と同時に高い官能性能も味わえて、もう自分大好きです。ただその代わりに人を選ぶような特徴も隠れているというわけだと思っています。では具体的な乗って感じた印象です。渋滞中や発進時は一速発進している時と、もしかしたら二速発進かなと感じる時もあって、アクセルコントロールがね、少し難しいです。動力一定からわずかに変化させた時など、ドライバーの思い通りに加減速してくれなかったりします。ちょっとね、引っかかったりするような感覚っていうんでしょうかね。これが一般的にギクシャクなんて呼ばれている、そんなフィーリングだと思っています。アクセルペダルを大きめに上げて加速していくときにはギクシャクが気になりませんから、どういう道走るかによって評価は変わりそうです。で、シフトアップが気持ちいい。基本は7速の DCT ですので、有段式のミッションらしくプオーンプオーンとリズミカルに加速していきます。これ例えばね自転車でもギア付きでこうカチャカチャしながら走ると楽しいですよね。それと同じ感覚です。シフトダウンは苦手。これは他の DCT もそうだと思いますけれども、複数段のね、いくつか何段かシフトダウンしてからの強い加速時は2秒もしくは3秒待たされてからの加速を始める感覚です。逆に減速からの再加速でいうと、例えば山道走行中、アクセル全開からのブレーキング、こういった際には減速中に自動でシフトダウンしてくれて再加速に備えてくれています。で、結構なね回転数にブオーンとこうシフトダウンしてくれますので、加速を始める時にはねもう全くラグとか気にせずに加速が始まります。で、それからエンジン始動時の音、停止中もしくは低速時にエンジン始動すると結構豪快にねノイズが聞こえてきます。これ運転してる時はいいんですけれども、隣に同乗していると、びっくりしちゃった時もありました。ただこれトヨタのハイブリッドでもね同じような感じです。良いのは始動時に嫌な振動が気にならなかったこと。このフィット400キロほど試乗しまして、あとシャトルのハイブリッドなんかもね結構乗ったんですけれども、それでね振動が気になった場面はありませんでした。きっとね、振動の周波数的な部分で苦手な回転数を避けているのだと思っています。さあでは IDCD の魅力はというと、まず挙げたいのが通好み、車が好きという方にぴったりだと思う点です。実際はフィットやフリードなど様々なお客様がいらっしゃるモデルに搭載されていまして、その乗り味はね適当に運転してもスムーズ、そういう類じゃないななんてね思っています。なので
前述した長所も短所も全て魅力。そういう人を選ぶという、そんな魅力を感じます。自分的にはメカニカルという印象の強さが好きです。金属の塊のようなギアボックスにクラッチが作動している感触、そしてブオーンブオーンとシフトアップし、ブオンブオンってシフトダウンする音、このあたりね、幼稚に聞こえるでしょうけれども、これだけで喜んじゃっています。あとはダイレクト感とか細かに対するレスポンスとか伝達効率の良さなんていうのもね、言われていますね。予想ですが、高回転での高速域かな、高速での伝達ロスが CVT や AT より少ないのだろうなんてね、思っています。そしてブレーキ、ペダルタッチはかなり独特です。それでいて扱いやすさは高いです。ブレーキサーボ用のモーターで圧力を増して、もしかしたらペダルへの反力もね、電動の効果、そういった効果かもしれません。システム的にはエンジンプラスミッションプラスモーター、DCT と呼ばれるミッションと一体化したモーターを使用するハイブリッドです。バッテリーはリチウム系で、ドイツのシェフラーという会社のコンポーネンツを使用もしくは共同開発と公表されています。詳しいことはお詳しい方の動画をご覧いただきたいのですが、自分が面白いと思ったのは、1速3速がモーターと一体化していて、優勢歯車で切り替えるというシステム、この部分から6速 DCT と呼んでいる方もいらっしゃいました。あと充電は3速以上で時速1キロから20キロの間は充電しないで、この領域だけ使用しているとね、バッテリーが空っぽになっちゃうというね、そういったお話もありました。で、大雑把にまとめると、ストロングハイブリッド、エンジン停止で走れるハイブリッドシステムですね。これにミッションが組み合わされるというのが、他にはあんまりないようなシステムで、これがね、貴重なシステムだと思いますですね。目の前にダム、湖かなが見えてきました。そしてギア比、IDCD 全体のモデル途中で大変更があったらしくて、ミッション内の各ギア比に変更があったそうです。このあたり、新しいミッションに変わったということですよね。フィットだと2017年6月のマイナーチェンジから、そんな感じでしょうか。ギア比で言うと、車種による最終減速比にも結構大きな差がありました。車重や想定される乗車人数によって変更されていると思われます。フィットは最も高速型ですから、同じエンジンパワーをより速度に変えていることがわかります。各ギアのカバー領域が広くて、美味しい領域を広く使えて、巡航中はより低い回転数で走行できる設定です。エンジン試乗中の巡航でしたら、より静かで高燃費といった方向になります。逆に数値が大きいとトルク型。同じエンジンパワーをより大きなトルクに変える。駆動力が強まるというわけですね。歴代フィットを見てみます。まずは初代フィット。安くて広くて安っぽくない、上位クラスを食べちゃうような勢いで鮮烈に登場しました。写真ごめんなさい。いじっちゃっている写真しか残っていませんでした。男の子でも引け目感じなく乗れるコンパクトカーで、当時はね、みんな車格へのこだわりが強かったんですよね。自分たちも元お車整備士が購入して車の勉強をしながら乗っていました。周りはスープラや GTR、シルビアにプレリュードだったりしたんですけれども、ちょっといじっただけでね、気遅れすることなく乗れた車なんてね、お山の隊長気分でね、乗っていました。当時コンパクトカーというとお姉様やお母様用というイメージが強くて、それを覆してくれてコンパクトカーブームを作っていった火付け役だったと思います。続いて2代目フィット。2代目は都市型に美しいボディスタイルが魅力的でした。初代でブサかわいいみたいな面影を感じた後ですから、洗練された美しさを感じたものです。今でもね、おしゃれな新築戸建てに泊まっているのを見ると、全く違和感なく溶け込んでいるなと思える美しさを感じます。で、これが乗るとね、自分たちも少しずつ車の違いなんか分かってきた頃ということもあって、フィットらしい苦手な部分が目立っちゃっている、そんな記憶です。で、同フィットのシャトルにも試乗したのですが、こっちはコスパ的な魅力を感じました。大きくて安いというフィットらしさを改めて感じた一台でした。ボディはね、後ろだけじゃなくて前も伸ばして、
お値段はプラス20か30ぐらいだったかな。で、この方ではハイブリッドも登場していまして、自分たちハイブリッドはというと、クーペのね、CRZ を購入しました。ハイブリッドシステムは、おまけ程度でしたけれども、コンパクトカーらしからぬハンドリングとか、ブレーキの質感とか、素早い挙動変化を味わえた車として楽しませてくれました。そして3代目フィット。この動画で主役の通称フィット3です。最初に試乗したのはデビュー当時のガソリンモデル 13G と RS という名称の1300と 1500cc です。1台で何でもこなせる車というキャッチコピーでしたが、これ乗るとね、ベーシックグレードでもサーキットまで考慮された車みたいな感覚で、印象はね、ちょっと今一つでしたね。ギアレシオが高められたステアリングに硬いサスペンション。曲がり出しの挙動とかロール感覚とか、そういったあたりがちょっと感性に合わなくてね。なんていうか、いろいろ考えさせられまして、一言で言えば過敏でした。RS は乗り心地こそレベルアップしていたものの、やっぱり癖っぽさがあって、お世辞にもね、ちょっと乗りやすいとは言えないかな。そういった印象が残っています。そして改良も進んだであろう2019年式のハイブリッドモデル、また後から登場したシャトル、これらに試乗すると癖を感じにくくて、ハイブリッドシステムは立派で内装も立派、もしかしたら4代目より魅力的かもなんてね感じる部分もあるくらいです。で、現行の4代目フィット、柔らかくてスムーズになったと感じる乗り心地は3代目の終盤モデルをブラッシュアップしたような良さを感じます。一時期は NBOX の方が乗り心地良いよねなんてね思っていた時期もありますけれども、今回は納得の乗り心地です。快適性で言えば乗り心地だけじゃなくて、静粛性の音響特性も不快感ない方向になったと感じています。ただ気合とか熱意という部分では3代目フィットは素晴らしく高かったと感じていますので、今改めてこうしてね3代目フィットに試乗してみて動画を作っている次第でございます。4代目の魅力や特徴は別動画にアップしていく予定です。このフィットって単純にハイブリッドではなくて DCT に惹かれてだったとしても国内最安だったと思います。こんな攻めたシステムを搭載して当時は過激すぎとも思えたボディデザイン、ボリューム感の高い内装、これらによって結構な販売台数を記録していました。大雑把に言って現行4代目の倍ぐらいの感覚です。いろいろ考えてて思うのは4代目は別の方向に攻めた車なのかな。オラオラ系が人気の中でゆるキャラみたいな攻め方、フィットは取りこぼしを狙うようなモデルではないでしょうから、一撃必殺としてシンプル系で攻めに出たのかもしれません。こってりラーメン全盛の中であっさりし塩味でトレンドをひっくり返す、そんなチャレンジを想像しちゃいます。動画の3代目は気合十分、印象強すぎ、それが分かりやすいモデルでした。4代目は数年後3代目より印象が強いモデルになってくれていることを願うばかりです。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。